メール配信システムベンチマークインメールの山本です。明日の業務から使えるメルマガデザイン実践講座のアーカイブ映像をお届けしています。この動画は第5章色ヘッダーフッター編ということで、失敗しない色の使い方とメルマガをより読みやすくするためのヘッダーフッターの作り方について解説します。それではどうぞご覧ください。続いては色の使い方です。これから初めてメルマガデザインをするという方にとっては特に悩まれる部分かもしれません。私たちがそういった時にお伝えしていることがあります。それはですね、自信がない方やデザインが苦手だという場合は、色は無理に使わなくてもいいということです。ちょっと意外に思われるかもしれませんが、ここでセミナーの初めにお伝えしたメルマガデザインの役割を振り返ってみましょう。1、開いた瞬間に魅力が伝わる。これは画像などでも魅力を伝えることはできますよね。2、興味があるポイントを拾い読みできる。メルマガデザインは読みやすさが何より大切という話でした。これは裏を返すと読みにくい色は NG ということです。3、クリックしやすい。色がなくてもボタンや画像といった CTA が十分目立っているのであれば、色を無理に足す必要はありません。逆にですね、ボタンがいまいち目立たないというお悩みがあるのであれば、そこはぜひ色を使って目立たせてみたいところです。もう少し具体的にご説明しますと、まず背景色ですが、白色が一番読みやすいです。文字も黒色が一番読みやすいです。次に、色がないと画面がのっぺりしてしまうのではないかと心配されるかもしれませんが、これは見出しやカラムを使うことでも、メリハリやリズムをつけることができます。一方で失敗しにくくておすすめなのはアクセントカラーです。メルマガ全体の5%から、多くても20%程度に収めて差し入れを色を入れることでブランドイメージを演出したり、いまいち目立っていない CTA を強調することができます。ちょっと具体的にメールをお見せしていきますね。こちらは白、黒、灰色だけで作成されたメールですが、こうしたシンプルで清潔感がある印象は、多くの企業やサービスにとって悪くないチョイスではないでしょうか。とても読みやすいと思います。毎回商品を差し替えてメルマガを送ることになると思うのですが、これだけシンプルなテンプレートであれば、どんな画像を入れても喧嘩することはありません。こうした色が少ないというのは今のトレンドとも一致しているため、白、黒、灰色でメルマガを作成して失敗するということはあまりないかと思います。しかし、それでは物足りないという場合は、ぜひアクセントカラーを入れてみてください。まずはボタンとテキストリンクにだけ入れてみるということをお勧めします。一色選ぶときには、会社のコーポレートカラー、ブランドのイメージカラー、またはメールの中の画像に使われている色などを選ぶと全体がまとまりやすくなります。それでも画面がのっぺりしていて読みづらいという場合は、色の種類は増やさずに色を使う場所だけを増やしてみてください。例えば左の例は一番上のロゴや真ん中の背景に青色を何箇所か使っているものです。一方、右の例はピンク一色でまとめておりまして、中央部分の背景を薄いピンクにすることで、情報のブロックがわかりやすくて読みやすくなり、同時に画面に華やかさも出ています。ただし、このように色の場所を増やすことで逆に読みにくくなっては元も子もありませんので、無理に挑戦はしなくても大丈夫です。なお、白の面積が多いメールは、時に目線が定まらず読みにくい場合もあります。そんな時は、サイドの背景色を入れてみるといいかもしれません。例えば、こちらのメール、綺麗なんですが、どこか目線が落ち着かない気もします。これは縦に読み進めようとする力より、周囲に目線が散ってしまう力が大きいんですね。はい、このようにサイドに背景の色を入れることで中心に目線が行くようになりました。この背景よりも本体が浮き上がってくるように見える色が最も自然ですので、このサイドの色迷うなら薄いグレーがおすすめです。
ベンチマーク E メールのエディタでは初期設定でこの色が設定されていますが、こうした理由からです。チャレンジしてみたいという方は、先ほどの灰色と同じぐらいの強さで色を入れてみてもいいかもしれません。今回は黄色にしてみたのですが、より元気でポップで楽しそうなブランドイメージをうまく表現できたかなと思います。先ほどの灰色とだいたい同じぐらいの強さの黄色を使っております。口を酸っぱくして言うようですが、これも読みにくくなると元も子もありませんので、無理はしなくても大丈夫です。えあとはですね、情報のブロックがどうしても分かりにくいというときは、背景色でブロッキングするという手もあります。ブロッキングに挑戦するときは、薄い色合いがおすすめです。最後はですね、細かいけれど工夫するとメルマガ全体が洗練されるヘッダーとフッターについてです。メルマガに載せる要素には、すべての読者に読んでほしいメインコンテンツの他にも、補足コンテンツと呼ばれるようなものがあります。企業情報、住所、配信停止リンクなど、毎回固定の情報で、これは必要な人に必要な時だけ見てもらえばいいというものです。こうした補足コンテンツは、ヘッダーやフッターにコンパクトにまとめておくことで、メールがきれいになります。ヘッダーに載せるといい情報は、サービス名、商品名、企業名、ロゴ、送料無料条件などのお得な情報、サイトへのリンク、目次といったものです。また、フッターに載せるといい情報は、送信元情報や配信停止リンクなど特典法で掲載が決まっているもの、店舗情報、お客様が困った時のサポート情報、会員ページへのログインリンクなどです。また、ブラウザでのメール閲覧リンク、パーミッションリマインダー、SNS アカウント、こうしたものもヘッダーかフッターのどちらかにコンパクトにまとめるといいと思います。また、本文とフッターブロックの間に区切りがあると、ここから先は読んでも読まなくてもいい補足コンテンツだということが伝わりますので、読者の方により本文に集中してもらいやすくなります。区切りの方法としては、本文よりフォントサイズを小さくする。11ピクセルぐらいが一般的かなと思います。背景色を変える。間に線を引く。間に SNS アイコンを入れるというものがあります。ご覧いただきありがとうございました。次回の動画では第6章効果測定編ということで PDCA を回す上で大切なメルマガデザインの効果測定についてお話しします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。ベンチマーク E メールを使ってみたいという方は動画の概要欄より無料のトライアルアカウントをお試しください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。